皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。この日午前中は天気が良かったものの、午後からは曇ったり日が出たり忙しい天気。それでもビニールハウス内は3時過ぎで20度ありました。今日はこの暖かいビニールハウスの中でこのマリアを植え替えしていこうと思います。これ覚えていますか？去年の11月にホームセンターで見切り品として購入してきた苗になります。こうしてみると成長点もだいぶしっかりしてきています。せっかくなのでここで去年の苗の様子も少し見ていくことにします。もげてしまった葉から根っこが出ていて勝手に葉ざしになっていましたよね。葉も反り返ってしまい成長点もひょろひょろです。こんなに頼りない貧弱な株でした。それでもこの後に少しずつ日に当てながら我が家の環境に慣らして3ヶ月で今の姿になりました。途中葉焼けもしたりしてちょっと心配だったんですけどね。はい、先ほどの葉ざしがこちらです。その他にも2枚ほどね葉をもいで葉ざししておいたんですが、これはまだ根っこがちょびっと出てるぐらいで芽は出ていませんね。この真ん中の大きいやつが最初に勝手に葉ざしになっていたもの、そしてその下の小さな葉ざしがもいだ葉になります。まずはじめにこの大きな苗を株分けしていきます。ピンセットを株の根元に刺して苗を抜いてみたんですが、思っていたよりも根が張っていませんでした。これは少し意外な結果でした。今回使用する土は再利用の土になります。この再利用の土には米ぬかと水を混ぜて 2,3 週間置いたものになります。そしてこのマリア、根を崩しているんですが意外と葉がもろく、触るだけでポロッと葉が落ちてしまうので余分な葉は外しておくことにしました。この外れた葉もせっかくなので葉ざしに使っていこうと思います。根元ですぐに株が分かれると思っていたんですが、なかなか外れなかったのでちょっと軽く引っ張って外してみました。外した方の株には根がついていません。これはちょっと外し方を失敗したかな。実は初めてお迎えしたマリアはダメにしてしまった過去があるのでちょっと心配です。根がついていた一番大きな株はこのまま同じポットに植えることにしました。土もこの土をそのまま使いたいと思います。葉は取らずにそのまま植えようと思っていたんですが、やはりちょっと弱々しい葉なのでここは一旦リセットして元気なロゼット部分だけを残して植え替えることにしました。まだ植え替えを始めたばかりですが、すでにもいだ葉はたくさんありますね。この作業でマリアがまたたくさん増えてくれると嬉しいんですけどね。ピンセットでロゼットの向きを手直しして1つ目のマリアの植え替えはこれで完了です。2つ目のマリアですが、どこまで葉をもげばいいのか、これは少し悩むところですね。日に当てて元気に育っている成長点部分は結構葉がしっかりしているんですが、反り返っている葉は元からついていた葉で少し触るだけでポロッと外れてしまいます。とりあえずポロッと外れる葉は全部外しておきました。3つ目のマリアも同様に外葉を外しておきます。それでも一番小さかったので少し多めに葉はつけておくことにしました。そして2つ目のポットも植え替えしていきます。
このマリアの苗もやはり初めの苗と同様に触っただけで簡単に葉が外れてしまいます。なので2つに株分けするだけなのにかなり手こずりました。最後は無理やり引きちぎった感じですね。最初に植え替えしたポットの苗よりもこちらの苗の方が少し弱々しい感じです。大丈夫かな？とりあえず新しいポットに植え直しておきます。ここでももげた葉は葉ざしとして使おうと思っていたんですが、何枚かはじゅれている葉もありました。手で触ってみて取れそうな葉は先にもいでおくことにします。葉をもぐとだいぶロゼットも小さくなってしまいましたね。この株には根がしっかりついているので元の大きめのポットに植え直しておきます。周りの土をピンセットで整えて最後のマリアの植え替えが完了です。はい、畑に植えるように注文していた種が届いたのでこちらをね少し紹介していこうと思います。この絹は畑に巻こうと思って買ったんですが、実は食べる用だったみたいなんですが発芽するので巻いてもいいかな。2つ目はこの翡翠ナス、青ナスっていうやつです。これもね皮が柔らかいので食べやすいかなと思い買ってみました。そして最後にこのモリンガの種も購入してみました。これ少し前から話題のスーパーフード、奇跡の木とも呼ばれるほどこの地上で最高の栄養素を含む植物なんです。ビタミン E は卵の96倍、カルシウムは牛乳の16倍、ポリフェノールは赤ワインの8倍と、これから育てるのを楽しみにしているところです。はい、作業の続きです。先ほどもいだマリアの葉を葉ざししていきます。こんな風に傷がついてじゅれてしまっているものは処分します。そして葉をもぐときに成長点もしっかりついているかどうか確認しておきます。葉の方に成長点がついているかどうかわからない場合は捨てずに一度土に刺して芽が出るかどうか確認してみてください。そしてこれからの季節、このように多肉の葉ざしや増やす作業で大忙し、植え替えもしなきゃいけないんですよね。それに加えて春には畑仕事も増えてくるので今年の春は大忙しです。その前に今のうちにできる作業をなるべく多くしていきたいと思っています。とは言いつつも今まで育ててきた葉ざしもポットの中でぎゅうぎゅう詰めになっているのになかなか植え替えできていないのが実際のところ。それでもなんとか時間を見つけて新しいことにも挑戦していく予定です。マリアの植え替えと葉ざしが完了しました。この植え替えしたばかりの苗は寒いのでまだ水やりはしません。この後家の中で様子を見ながら育てていく予定です。そしてこれは保険株として購入していたマリアの去年の11月の様子です。そしてこれが今のマリア。だいぶ葉数も増えて可愛くなってきています。今回植え替えしたマリアたちもこのように可愛く成長してくれるといいんですけどね。はい、ということで今日の動画は見切り品として購入してきたマリアの3ヶ月後の苗を植え替えしていきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなんて思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてこの日は
夜からマイナス気温ということで、ビニールハウス内の多肉にも不織布をかけています。この後、ビニールハウス内がまだ暖かいうちにウォーニングを下ろして防寒対策はバッチリです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。